ちょいちょいなんだこの車は危なすぎる。ドラレコなのに手持ちカメラとしても使える。こんな画角で撮れてんの？横からビューン。バントゥルーから出た360度ドラレコが凄まじい。こりゃすごいわ。やあ皆さんこんにちは、七草です。今日見ていく製品はこちら、ドライブレコーダーなんですが、このパッケージを見てこれドラレコって思うぐらいの見た目をしています。この棒とか何なんでしょうね。三脚にもなるみたいです。はい、今回のドラレコは一味違います。今までのドライブレコーダーの概念を覆します。改めまして今回レビューする製品はバントゥルーの E360 ACE というドライブレコーダーです。この製品はまずフロントカメラが360度カメラになっていて、どのような映像か非常に楽しみです。リアカメラもついています。あとこっちですよ、この棒。ドラレコのフロントカメラを車から外して付属の棒に設置すれば手持ちの360度カメラとしても使えるんです。ドラレコの領域を超えてきました。車以外でも使えるドライブレコーダーということです。開封しながら見ていきましょう。相変わらずバントゥルーさんの箱はしっかりしていますね。ここをビリッとやって開けていきます。今回は反対側にもついてますね。ここもビリッとやったら箱が開きます。今回は接続構成じゃなくて360と書かれた紙が最初に出てきました。でもこれをひっくり返したらいつもの構成図がここに書いてありました。今回は360度カメラなんで360を主張しているんでしょうね。またここにも360。とりあえず全部取り出していきましょうか。いや楽しみだな。ここにすべすべの入れ物が入ってますね。今回三脚も入ってるんでそれの入れ物でしょうか。この内側の箱にも手を抜いていないです。ちゃんとね、何が入ってるか絵が描かれてます。これが棒と三脚かな。中身をすべて取り出しました。これで全てです。それじゃあ外観チェック見ていきましょう。まずはフロントカメラ。今回はタッチスクリーンになっているみたいです。剥がしちゃいます。デロン。外側のカメラもデロン。こんな感じでフロントカメラの前後にカメラがついていて、前方と車内を同時録画できます。しかも360度カメラなんで、前方と車内を一つの画角で映すことができます。本体の左側見ていきましょう。電源ボタンと緊急録画ボタン、あとここにリセットボタンがあります。横のボタンは物理ボタンです。正面に行きまして、こちらが前方を撮るカメラです。ここに接続端子があるので GPS マウントを接続する形です。上部にはゴム製の蓋がついていて、これを外すとネジの穴がありました。これは手持ちのスタンドや三脚をここで固定することができます。ドラレコとして使う時には使わないところです。その横はリアカメラのケーブルを接続する USB-C ポートがあります。はい、下側に行きまして真ん中にマイクの穴があります。その横にマイクロ SD カードスロット、最大 512GB まで対応しています。クラス 10、U3、A2 以上のマイクロ SD カードを推奨しています。ここにマウントを接続して使います。こんな感じだね。このマウント部に GPS が内蔵されています。電源はマウント部に USB-C ポートがあるので、ここに接続します。はい、もともとついている電源はシガーソケットから取るタイプで、対向側は USB-C になっています。はい、次リアカメラ見ていきます。 E360 ACE はリアカメラ付きモデルです。通常の E360 だとリアカメラはオプションです。今回は四角いタイプですね。今までバントゥルーさんのリアカメラは丸っこいのが多かったのでちょっと新鮮。横にリアカメラケーブルを接続する USB-C ポートがあります。位置の調整も問題なさそう。はい、次リアカメラケーブルです。6メーターあって両方とも USB-C、 片方が L 字になっています。で次これ何って思うかもしれませんが、これが手持ち用カメラとして使えるスタンドです。このスタンド自体にバッテリーが搭載されていて、フロントの360度カメラを接続すると手持ちの360度カメラとしても使えるというものです。充電の電源は USB-C です。ここにネジがあってドラレコを設置する感じですね。はい、通常ドラレコはこの向きなんですが、手持ちカメラとして使うときは反対向きにします。先ほどのここのゴムの蓋を取り外してネジとコネクター部が合うように接続します。こんな感じかな。あったけど設置できてる感じがしない。コネクター部を接続できたらくるくる回したらネジが入っていきました。これ初回だったんでカメラ側をくるくるしていますが、棒をくるくるした方が早いです。はい、こんな感じに設置できました。これでも使えるんですが、なんか短いしずっと持ってなきゃいけないと思っていたら、まだ接続するものがありました。これです。これが足になります。棒の下にネジ穴があるので、これをくるくる接続するだけ。これが3点に開いて三脚となるわけですね。取り付けてみましょう。くる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 。はい、OK。さっきよりも長くなりましたね。当たり前だろ。足元が開くのでこんな感じに置いても使えます。なんか面白そう。
あとはケーブルクリップやドラレコを設置するところに貼るフィルム、こんな感じで絵で説明が書いてある会員説明書が1冊、詳細の説明書はオンラインで見てくださいということでした。この QR コードから見れます。あともう1冊、動画をシェアしたらプレゼントがもらえるイベントのものが1冊入ってました。アピール満載ステッカーが2枚、バントゥルーロゴ入りの内張り剥がしもついてます。ロゴ入りクロスが1枚、こんぐらいね。あと触り心地のいいこのケース、手持ちするときはカメラをつけたまましまえて、内側に三脚をしまう部分もあるので、ここに三脚をしまいます。こんな感じで持ち運べます。ここからはオプションです。駐車監視もしたい方にこの直結電源ケーブルがあります。今回の E360 エース用の直結電源ケーブルは一回りコンパクトになった印象がありますね。ケーブルも細くなりましたね。低電圧保護機能もあって、設定した電圧の数値を下回った場合、ドラレコの電源を自動で切ります。こういうのあるだけで安心だね。バントゥルーは黄色がアクセサリー、赤が常時電源、黒がグラウンドとなっています。各車によってヒューズボックスの差し込むヒューズのコネクタの形が違うんですが、各種4種類のケーブルが入っているので、このいずれかで使うことができますね。ちなみに七草のアウトランダー PHEV のヒューズボックスの形はこのマイクロ2という形です。もともとギボシ加工されているので接続するだけで使えます。これがもう1セットあります。駐車監視や直結で電源を取りたい方はこちらを使ってください。はい、次マイクロ SD カードです。これはバントゥルー純正品ですが、他のメーカーのものでも大丈夫です。ただしこのドラレコは高画質なものを録画するので、しっかりとしたクラス帯の SD カードを選んでください。推奨のマイクロ SD カードはクラス10、UHS スピードクラスが3、アプリケーションパフォーマンスクラスは A2 以上のものを選んでください。よくわかんないよって方はこの純正のマイクロ SD カードも概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。それじゃあ車内で取り付けていきましょう。はい、車内にやってまいりました。E360 エース取り付けていきましょう。この辺に取り付けていきましょうか。このフィルムを設置箇所に貼り付けます。設置箇所は脱脂してから取り付けましょう。すぐ剥がれちゃうからね。それと設置前にケーブルをあらかじめ差し込みました。この状態で設置箇所を決めた方がケーブル分も考慮できるので取り付けに失敗しません。電源の L 字もこっちの向きの方がいいですね。このまま天井に隠しやすいです。はい、こんな感じで天井を通しました。うわ、眩しいなおい。ここの天井はね簡単に入るので押し込めばいい感じですね。やりづらい場合は付属の内張り剥がしを使いましょう。はい、A ピラーもねこの隙間に押し込むだけです。ちなみにめちゃくちゃ素人配線なんで細かいところは気にしないでください。で全部この隙間に入れていきます。下までスーッと全部この隙間を通っていきます。こんな感じで1本ぐらいなら簡単に隠せます。ぜひやってみてください。はい、ここ今浮いてますが本来ならこの下も外して見えなくすることもできます。七草は取り付け取り外しをしょっちゅう行うので、こんな感じで簡易配線でレビューしていきたいと思います。フロアマットの下を通ってシガーソケットに差し込んでます。はい、次はここを外してリアカメラの配線を引いていきましょう。リアカメラのケーブルはここに差し込むんですが、こんな感じで差し込むのでここの予兆は大事です。カメラ下に向ければいいんだけどね、予兆ちょっときつかったかなと思っても下に向ければ撮ることができます。ただドラレコの画角って一度決めたらあんまり動かしたくないよね。うまくやってください。はい、リアに来ました。今回はねこの辺に取り付けたいと思います。しっかり設置した人はダッシュを忘れずにしましょう。はい、リアカメラはここに設置できました。あとはフロントカメラとケーブルを接続していきます。リアカメラこそめちゃくちゃ簡易配線でいきます。天井を通って A ピラーを通ってこっから下を通って後ろまで振りますとか言ってますが参考にならないのでカット。はい、リアですが天井を通って A ピラーを通って下を通って後ろまで行ってます。で本来蛇腹を通したりしなきゃいけないんですが今回レビューなので簡易配線にしてます。はい、簡易といってもこんな感じで割とすっきり配線できました。それじゃあ早速映像を見ていきましょう。いきなりですがまずはこの映像面白いですよね。2つの映像をつなげたわけではありません。前方と車内が同時に1枚の映像として映っています。これ録画データをそのまま再生しているだけです。このように360度撮ることができます。今回のドラレコ E360 では4つのモードで録画することができます。今ご覧いただいている映像は360度が1枚の映像として撮れるパノラマモードです。フロントと車内カメラで 5.2K のパノラマビュー、どちらもソニーの最新センサースタービス2を採用していて HDR も搭載しています。フロントも車内カメラも視野角は210度なんですが、これを独自の技術で融合することで驚くべき 5.2K 超高画質の360度パノラマ映像を実現しました。この画角面白いですよね。特にパノラマモードがすごいなと思ったのはこちら高速道路なんですが、後方の車が追い越しや追い抜きをする際の横の映像から撮れるんです。
特にこんなところから撮れてるのって思ったのが、左後方からランクルが追い抜いていきますが、この位置から映ってます。そして継ぎ目なくフロントカメラに抜けていきました。これ両サイドもめちゃくちゃ撮れています。さらにこれだけではなく E360 エースはリアカメラもついています。リアカメラは最大 1944p、 これは 2.7K に匹敵します。今映っているリアカメラの映像は 1440p です。センサーはソニーのスタービスを採用しています。フロントと車内カメラはより新しいスタービス2を採用していますが、リアカメラはノーマルのスタービスを採用しています。 WDR 搭載で視野角は165度。リアカメラで最大 2.7K 1944p はかなり綺麗です。結構ね、ドライブレコーダーはリアカメラだと 1080p フルハイビジョンのドライブレコーダーが多いですからね。続きましてデュアル魚眼モードを見ていきましょう。こちらがデュアル魚眼モードです。フロントと車内カメラが丸っこく魚眼レンズになりましたね。こちらもフロントと車内カメラを編集でつなぎ合わせたのではなく、録画のデータがこの1枚になっています。先ほどのパノラマモードの魚眼バージョンといった感じですかね。魚眼モードはパノラマモードより若干広く映すことができます。ステアリングまで映ってますね。その分魚眼ですので、パノラマモードよりかは丸く歪んだ映像になります。魚眼モードも車の横までしっかりと映ります。何か車の真横で起きてもバッチリ映ります。デュアル魚眼モード時のリアカメラの映像は同じく最大 1944p です。思いっきり逆光ですが、色が飛んでしまって見えないということはないですね。続きまして魚眼プラス魚眼モードを見ていきましょう。こちらが魚眼プラス魚眼モードです。こちらは先ほどのデュアル魚眼モードと映り幅は同じなんですが、先ほどはフロントカメラと車内カメラが1枚の画角となった映像でしたが、この魚眼プラス魚眼モードでは車内は車内の魚眼で1枚の映像、フロントはフロントの魚眼カメラで1枚の映像という風に、このモードではフロントと車内を別々に録画できるモードです。もちろんリアカメラ映像も別で保存できます。リアカメラは魚眼ではないですからね。おっとアウトランダーこんにちは。黒ボディに黒のエンブレムかっこいいな。続いて360度カメラだからといって毛嫌いしている方、通常モードでも撮れます。まずは車内から。これを通常モードと言って合ってるのかは分かりませんが、フロントと車内とリアカメラ別々に湾曲しない映像で撮れます。360度カメラだからといって撮れる映像は魚眼だけではないんです。最大 1944p で撮影できますが、この映像は 1440p です。 1440p がバランス良くて好きです。フロントカメラはこんな感じ。パノラマモードで全体を見るのもいいんですが、一つ一つの映像をバラバラで1枚の大きな映像として録画したい方は通常モードでも撮れますのでご安心ください。リアカメラ含めてめちゃくちゃ綺麗。こんな感じでいろんなモードで撮ることができます。それじゃあ続いて夜間の映像を見ていきましょう。後ろから白のベルファイアが近づいてきました。これぐらい眩しいライトでも白飛びすることなくナンバーがはっきりと見えます。ちょっと待って。後ろの車、ルーフボックス開きっぱなし。このまま走り続けたら危なすぎる。運転手気づいてないのかなって、七草もこの時はまだ気づいていませんでした。この後走ってる時にデジタルミラー越しにルーフボックス開きっぱなしのベルファイアが見えて、ルーフボックス開きっぱなしの車がいるって話してるところです。これめちゃくちゃ目立っていたんで、周りの車はみんな危ないなと思っていたと思います。このまま走っているなんて信じられない。これは気づかせないと。パンパンには積んでいないようでしたが、何か落ちてくるかもしれません。窓を開けて、おーいお茶なんて言ってる場合じゃないですが、失敗。気づいてくれませんでした。完全にタイミングが遅かった。横に来た時信号待ちとかで止まれないかなと思ったら右折レーンに行ってしまって伝えられませんでした。何もなかったことを祈ります。ルーフボックスを取り付けている方は当たり前ですが、ちゃんと閉まっているかを確認してから走り出してくださいね。ちなみにですが、七草のルーフボックスはしっかり閉めないと鍵が抜けないタイプですので、閉め忘れの心配はありません。こういうタイプの方が安全です。参考にルーフボックスを取り付けた動画概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。車が追い抜いていく姿を横の画角から前に抜けるまでスッと撮れるのがすごいです。フロントカメラだけでは横は映らないですからね。と夜間でのパノラマモードの撮影はこんな感じでした。
続いて夜間でのデュアル魚眼モードを見ていきます。パノラマモードに比べてフロントカメラと車内カメラがより魚眼になり範囲が広くなりました。その分魚眼ですので画面の歪みは大きくなります。お好みに合わせて使ってみてください。あ、そうそう、先ほどルーフボックス開きっぱなしで走っている車が現れたのでその話をしていて言ってませんでしたが、夜間や暗い場所では車内カメラが暗視モードになってこんな感じでね、周りが真っ暗な場所でも車内が白黒ではっきりと映ります。これはいいね。この時のリアカメラはこんな感じで、リアカメラは魚眼モードにはなりません。周りが真っ暗の畑道ですが、道路工事の眩しい光があっても綺麗に映ってますね。リアカメラは周りが真っ暗なところだったらあんまり映りが良くないのはどのドラレコも一緒です。続いて夜間の魚眼プラス魚眼モードです。これはフロント、車内、リアのカメラ映像を別々単体のファイルで保存できます。それぞれ単体のファイルで保存できる魚眼モードといった感じですね。フロントの魚眼はこんな感じです。魚眼なので広く撮れてますね。このモードだとサイドミラーまで映っていることがわかります。なるべく視野を広く撮りたい方はこのモードがいいと思いますが、前の車のナンバーや視野はこれほど広くなくていいから前方のものをもっとくっきり映したいよっていう方はこの後の通常モードがいいと思います。こちらは車内カメラです。魚眼での映像が単体ファイルで保存されます。デュアル魚眼モードのフロントカメラと車内カメラが別々になったバージョンということです。これもお好みで選んでみてください。続いてこの時のリアカメラの映像です。リアカメラは 1944p か 1440p、 このどちらかを選ぶぐらいでモードによって大きく変わるということはありません。はい、次行きましょう。はい、こちらは夜間の通常モードです。フロント、車内、リアと別々のファイルで保存されます。一番通常のドラレコに近いモードはこの通常モードですね。この製品は360度ドラレコですが、360度だけではなく通常モードでも撮ることができます。車内カメラはこんな感じ。車内だけで一つの映像として保存されます。夜間は暗視モードとして映りますし、横の車の様子もわかります。スノーボードの帰りなのでみんなぐっすり寝てます。リアカメラは変わらずこんな感じです。主なモード変更はフロントプラス車内カメラの方で、リアカメラは解像度の変更ぐらいです。十分綺麗に映ってますね。はい、E360 エースの映りはこんな感じでした。冒頭でもお話ししたこのドラレコ以外に手持ちスタンドを使用すればハンドヘルドカメラとしても使えるんです。この着眼点は非常に面白いですね。この右側にあるようにパーティーや会議、キャンプで使えるよということみたいです。七草は雪山に持ち込んで使ってみました。ちょっと見てください。雪山でのお昼タイムです。車からドラレコを取り外して手持ちスタンドに取り付けて録画しています。これ車の中心部に向かって向かい合うように座っているんですが、このようにパノラマビューのように撮れるんですね。はい、リフトに乗りました。パノラマモードで撮影しています。車内カメラを自分たち側、フロントカメラを山側に向かって撮っているんですが、パノラマモードだとこのように撮れます。こんな画角でも撮れるんです。デュアル魚眼モードにしてみました。だいぶ魚眼な感じに撮れてますね。パノラマモードに戻しました。このままリフトを降りてみましょう。いやー、天気良くなってきたね。晴れてる方が動画も綺麗に見えるしね。長いところはゴールデンウィークまでやってるので、皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。七草は4月中旬ぐらいでシーズンアウト予定です。はい、リフトを降りました。山頂は気持ちがいいもんです。滑っていきましょう。みんなグラトリが大好きです。最近運動不足なので冬はスノーボードを続けていきたいなと思ってます。結構ね、いい汗かきます。結果ですがアクションカメラではないので、スノーボードの追い撮りやスポーツ系のアクティブな撮影にはあまり向いていないようです。こう棒を突き出した先端にカメラの方向が向いているわけではないので、やはりアクティブな動きを撮影するにはアクションカメラの方がいいと思います。スタンドでこう置いたりしてこのように撮影する分には全く問題がないですね。まあもともとドラレコなのでその他の機能としてこういう使い方ができるのは面白いと思いました。専用アプリとの連動を見ていきます。スマホにバントゥルーのアプリを入れることで、スマホからの操作や動画の確認、これらを本体を触ることなく操作することができます。E360 の Wi-Fi をオンにした状態で、スマホの Wi-Fi もオンにします。ネットワークに E360 バントゥルーなんちゃらってのが出てきたら、それをタップして、パスワードは1234567です。そうすると E360 の Wi-Fi に接続できました。インターネットではなく E360 と Wi-Fi 接続したので、インターネット未接続の表示で
OK です。はい、E360 と Wi-Fi 接続したらアプリを立ち上げます。そのまま進んで今回は360シリーズをタップします。このまま E360 をタップして、ここでもね Wi-Fi の接続の仕方の説明が出てきます。写真フォルダへのアクセス制限だったり Wi-Fi のパスワードが出てくるので、画面の指示に従って進んでください。すでに Wi-Fi 接続済みの方はここからを行ってください。接続に成功したら画面がこのように切り替わります。設定に進むとドラレコの操作や各種設定をここからいじることができます。またドラレコの映像をスマホで再生することができますが、これをダウンロードするとその時の位置情報を表示することができます。どこでどんなことが起きたか鮮明に記録できますね。ちなみに本体を操作する場合は横にスライドするとフロント、車内、リアの画面の切り替えができます。またシステム設定から各設定をいじることができますし、画面下からシュッとやってドラレコモードを選択すると、ここで先ほどの4つのモードどれで撮るかを選ぶことができます。本体操作、アプリどちらからでも操作できますので、お好きな方で操作してみてください。あとね、音声でも操作できまして、ここに載っている音声コマンドであればこのドラレコに喋りかけるだけで操作することができます。ドラレコの画面が眩しかったらスクリーンオフといえば画面だけを消すことができますし、写真を撮る、ビデオスタートなどもできます。解像度も本体で変えることもできるんで、アプリでもお好きな方で変えてみてください。また駐車監視モードについてはご覧の通りの設定ができますので、別途直結電源ケーブルを用意される方は駐車監視モードも設定してみてください。ということで今回はバントゥルーの新しい形のドライブレコーダー E360 エースをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。あらゆる視点から撮れますし、フロントと車内が1枚の絵で撮れるというのは斬新ですね。またドラレコを飛び出して手持ちカメラとしても使えるっていうのが非常に面白いと思いました。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなどアウトランダーなどで試しています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最近花粉症で大変です。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!